じゃんとはいいうことで、はい2人目の、ちょっとインタビューということでオリエントパールリゾートを来させてもらってますけども、カルボ先輩に続きまして2人目のインタビューは関口さんです。はい、関口です。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっとこれ風そう。まあ関口さんは私が知ってる、オリエントパールは2回目の長期滞在ですね。はい、そうです。ね、4月から5月と、で今回7月22からです。7月末から8月末というね。でまあちょっとインタビューさ、まずちょっと、関口さんのちょっと自己紹介的な話になるんですけど、生まれはどちらなんですか？生まれは埼玉県の川口市です。埼玉の川口市。はい、そうです。もう生まれも育ちもずっと生まれも育ちもで、私事ですけども、おじいさんの代から、川口の地場産業であります鋳物工場を経営してて、鋳物工場、それでうちの父親はその後を継いで次男なんですが、機械場の方をやっていて、そこで生まれてですね。自営業されてる。そうですか。で、そこの長男さん。長男で生まれはで、仕事の方は引き継がれずに。そうですね。製造業が徐々に衰退していく中で、私が中学生の時ですかね、工場もちょっとやめようということでやめたものですから、現在おいくつになられるんですか？60歳になります。60歳になる。ちょうど3月末をもって定年退職をされたということで、そうです。差し支えなければお仕事を教えていただきたいんです。仕事はですね、高校の教師をしておりまして、高校の教師、専門科目は世界史です。世界史、いうことで、もう大学卒業して教員免許取られて、ずっと世界史一本で。そうですね。そうですか。すごいですね。いや、とんでもないです。すごいです。そんで合計何年でした？大学をちょっと休学したこともあって、24歳の時に就職して36年ですね。36年。勤めこれしかしてません。なるほど。それで退職されて、第1回目の長期滞在4月から来られたということで、私とのそのあれはやっぱり YouTube ですよね。コメントをくださって、去年の2021年の9月か10月かその辺ぐらいからですかね。でいろいろあって、でも私もそれ返信してたりしてて、それからのねお付き合いで、1年100本ペースで4年目ぐらいまで400本まで相当もぐらいですね。そうですね。もうかなりハマったと。でフィリピンはごめんなさい、フィリピンもその間にセブ島には何回かそうですね、セブ島には行っていたんですが、マクタンメインで潜られてる。セブ島の南のリロワン、リロワンね、リロワンとかちょっと離れたところですね。リロワンとかサンタンダー、マラパスカ、マラパスカですね。それは上の方ですね。マクタンも潜りましたし、セブシティも潜りました。セブシティの方でもなかなかそれで今から5年ぐらい前にインターネットでホテルとかを取れるようになって、で調べたらたまたまブルークリスタルというホテルがあって、それはどこのここですね、プエルトガレラ。プエルトガレラの。それでちょっとなんでプエルトガレラだったのかは覚えてないんですが、いやなんかこう見てたら割と良さそうで値段も安そうでダイビングもできると書いてあったので、そこへ一人で行って、でそれが今から5年前の3月。5年前にようやくプエルトガレラ入りみたいな感じですね。そういうことですね。なるほど。話がちょっと前置きは長いんですけど、でプエルトガレラへ来たら、いや当然そのフィリピンだし危険なんだろうなと思っていましたら、いや夜安全なんだよっていうので、それでもちょっとそれでも本当にっていうか、マッサージに来た女性がねすごく
サバンへ飲みに行くといいよと言われまして、それで、まあ行ったんですね。そしたらそのバーへ行きまして、そしたらいわゆるゴーゴーバーバーですね。いや聞いてはいましたけど、私ちょっとフィリピンは初めてなんで、マニラも寄らずに初めてそうですマニラ空港から直でここですね。そうですね。なんでもういやーこんな世界があるんだと、まあ聞いてはいましたけど実物を見るのが初めてだったので、いや結構楽しかったで、そうかダイビングもできて街へ行って、そのバーで飲めて、それで何ですかね、買い物もできてと、ちょっといろいろレストランもあるしいいなということで、レストランへ通ってた時にちょっと気に入った子がいて、でその子は英語ができたので、その子とまあ会いたくてちょっと通って、なるほど、その辺から通いだでその子と会うので、まあダイビングもするしその子と遊ぶしということでプエトガレラへ何度も来てるようになって、たまたまコロナになる前にこのオリエントパールリゾートのダイビングショップがオープンするちょっと前の連休に来たんですが、その時にここのマダムのことさんに会って、もう会ってるんですね。で2019年ですかね、オープンする年のオープンしたのはその後1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいだったというふうに思うんですけど、その前に会われてるんですか？ここのそうですね、オリエントパルリのダイビングショップじゃない中国人の女の子をやってるショップをたまたま使って、そこへこのホテルから近いんで琴さんとこのお客さんが2人で来てた。でそのお客さんは1人で来たんですけど、琴さんも次の日かなんか来て、でホテルやってるんですって言って、ホテルやってるんですよって言って、そうなんです。そうですね。でなんかそれで帰ってからネットで見て、こういうホテルあったんだ。なるほどなるほど。でそれまで全然知らなくて、それが琴さんとの出会いやったんですね。でその後どうしたの？そっか、その後もまあ外国人のホテルに泊まっていたんですが、今度コロナになって、2年間来れなくて、まあなんていうんですか、いわゆるこっちへたどり着くまでのいろいろな手続きがあるじゃないですか。PCR 検査の英文証明であるとか、ワンヘルスパスであるとか、まあカールボスさんにいろいろアドバイスいただいて、あれお世話になったんですけど、でじゃあいざ取ってこっちへ来るにしても、船もそんなに出ていないらしいし、その頃はね、4月の頭はね、その船がないっていうのまた困るし、まあそういうことを聞くにおいても当然言葉ができて、いろいろ手配がうまくいくような方がいいということで、この2022年の3月に定年退職して、ようやく終わったと。なるほど。でいうことで、4月の10日かな、に晴れてこちらへ来させていただいて、そしたら日本食で美味しいし、ちょっとその次の彼女がブルークリスタルのホテル長だったんですが、その頃の、でもちょっとそのことはちょっとうまくいかなかったんですが、まあここはとにかく、食事はいいし、来ている人たちもみんな感じのいい人だし、いやこれはいいなということで、また再び4月の22から1ヶ月の予定で来てるということです。まあ本当にダイビングとね、まあ新しい彼女と新しい彼女ができましたね。まあやっぱり女性の力すごいですね。で楽しんで、これはまた通いたいなとしばらくは。再び元気になって。元気になりました。よかったです。水辺と思うようになりましたね。まあ一気にねちょっとお話したのでちょっとポイントだけど、まあフィリピンに関わったのはダイビングを始めてからのね。そうです。でプエトガレラでもうすでにロックダウン前から琴さんは会われてたんですね。そうですね。でまあその頃からその最初の彼女はここでつながって、でまあナンパラさんじゃないけどウエスタンユニオンでせっせと食事をされてた。そうですね。
顔を覚えられてしまいましたね。当然のことなので歌通りやね。そう、歌通りね。そういう。ほぼほぼそれで仕送りに来てるのは外国人が多いです、ね。ああ、そうですよ。日本人はほとんどいないでしょうね。1回目のね時にはちょっとだいぶ落ち込まれて帰られたいうことで、まあコロナが2年間ね、ちょっとサポートしてきたのに、コロナ明けてあったらちょっと態度が変わってたみたいな感じですね。そうですね。はいはいはい。その理由はまだ分からないんですね。理由はよく分からないんですけども、まあ私の推測では、そのボーイフレンドがいて、別れたと言ってたけれども、まあその子は独身で子供もいないんですが、一応多分そのボーイフレンドと切れてなかったんじゃないかなと推測ですけどね。多分当たってますわ。多分当たってます。じゃないかなと。だからそんなにこっちへ夢中にならずに。なんとなくいろいろ理由をつけて、ちょっと経済的なサポーターみたいな感じのあれやったかもしれない、ね、でホテルも4月から徐々にほらオープン、そのブルークリスタルも徐々にオープンしてきたので、そっちの方でももう収入も得て食べれるようになったしね、なったからいいやと思ったのかもしれない。なるほどなるほど。まあ推測ですけど。ね、コロナ中サポートしてくれる日本人2年間ですよ。もうそれなかったら彼女の生き延びれてないですよ。仕事場のホテルも閉鎖やしね。ずっと閉鎖ですよ。その辺のちょっと感謝してほしいですよね。ちょっとぐらいは、ほんま。いや神様ありがとうございます、ね。でサンクスフォーゴッドですからね。ブレッシング。いやちょっとそれは私も。もうそうまあちょっと、ベテランの方じゃないとなかなかわからないですよ。その分かってくれる入り口の人もおると思うんですけど、まあ教育がやっぱりそれが、ゴッドがね、サンクスフォーゴッド、ブレッシングミーになりますからね、ほんまに。なるほどなるほど。まあでもね、2回目来られて、ちょっと停電でイライラされてましたけど、まあちょっと新しい彼女ができたということで。ちょっとね、暑くて最初は来て2日目3日目ぐらい潜ったら。まあとにかく来た時はものすごい暑くて、で潜ったんですけど暑くて、こっちへ来たらそしたら涼もうと思いましたら停電になって、で4時間5時間ですから、それまたそれが1回じゃないですから、ほぼ毎日でしょ。でジェネレーターつけてもらってもエアコンは涼しい風は出ないし。扇風機とアイス飲んで過ごしてたんですけども、暑くて、いやもうちょっと日本へ帰ろうかなと考えたぐらいだったんですけど、そのうち涼しくなって、まあ体も慣れて、まあいて、まあ新しい彼女ができて、まあめでたしと今のところ粘ってよかったなと思ってます。いやそんな感じを受けます。そのまあ昔からフィリピンに来られて、で今回長期滞在2回経験されて、こっちのフィリピンの人とこうまあうまくやっていくみたいななんか秘訣みたいなのはどうですか、関口さん的には。そうですね、これ結構フィリピンにベテランの方から聞いたことを参考にしてるんですが、まあそのいちいち少々のことで怒らない。やっぱり、怒らないと。結構僕こっちへ最初来た時2回目だったかな、そのブルークリスタルホテルの隣にあったその中国人のダイビングショップがあって、そこへその機材を置いて、ちょっと用があって行けなかったらなんだっけな、お金もう払ったんですけど、でそしたらそこのスタッフでフィリピン人が来て金を払えと、いや金を払ったと言って、いやお前払ってないと言うから、いやそれでちょっとその言い合いになって、でブルックリスタルのホテルのスタッフが間に入ったんですけども、いやその言い合いになってしまって、そのお金払ったってことは分かったんですよ。そのオーナーに聞いたら分かった。だけどいやその機材を次の日朝早く出るんで乾かすんで、取りに行くからって、いやもう閉まってると、いやそんなこと言ったって朝もう5時起きなんで、いや機材ただ開ける本人オーナー住んでますから開けてくれって言って開けられないというんで、それでちょっと揉めて、いや機材置いてったら盗まれるかもしれないし、
したらできないとか言って、でも後で分かったんですが、小さなことで揉めないということと、あと、フィリピンの食べ物は日本人に合わないもののが比較的多いとは思いますけども、まあそこはまあなんとか自分なりに洋食でしのぐとか、自分でレトルトを持ってくるとかしていくということですね。なるほどね。まああとはわからないですけど、やっぱり普通のまあ旅行だったら問題はないと思いますけど、よく移住をされるとかいう方がいらっしゃるんですが、私もちょっと考えたんですが、やっぱり移住となると旅行とは違うので、もう本当に特にその日本に拠点を置かないでこっちへという場合は、よほど慎重にこっちの食事であるとか、医療であるとか、インフラであるとか、気候、いろんなことにまあ対応できる言葉もそうですけど、それでもいいんだというふうに、まあ、かなり確信を持って、移住されないと、やっぱりちょっと住むのが大変なのかなと。完全移住みたいなのはね。そうですね。完全移住。やっぱりここでどうです、オリエントパーでプチ移住いうね、1ヶ月2回、ね、1ヶ月も今2回ぐらい。私はプチ移住がいいなと。やっぱり日本も恋しくなるし、恋しい食べ物とか、あとはやっぱりちょっと糖尿病があるので、糖尿病でやっぱり薬は出るんですけど、検査をやっぱりあるので、まあ2ヶ月に一遍ぐらいがあるので、そういうものも受けた方がまあ安心があるんですね。それありますね。あと分からないですけど、まあ今回は夏に来たんですけど、まあ最初は4月でしたけど、私としては日本にいてちょっと辛いのは冬ですね。冬ですね。寒い。それ思いますわ。だから冬場に来るっていうのがいいなと。だから次回はお正月明けには必ず来たいなと。まあもしかするとその場に来るかもしれませんけども、この冬ね。なるほど。冬。あと花粉症のある人とかは、私4月に1回来た時にもう全くかゆみがなくて、5月連休明けに帰ったらもう全く日本でも痒くなかったんで、花粉症のある方は花粉症の季節もまたにそれいいんじゃないかな。日本の花粉症の時はこっちにいますよ。あと今回は分かんないですけど、多分東京というか、まあ、川内近辺は35、6度以上が毎日ですから、こちらの方が涼しい。今やったら避暑地ですよね。そうです。まあ、若干湿気はありますけども、気温は本当雨降ると涼しいし、もう全然楽です。はい。だから季節的なものを考えて出かけられるといいんじゃないかな。自分が嫌な季節とかにこっちへ来て、まあ暖かい暑いのがちょっと暑いけどその気にならないんであれば、ちょっとこう旅行できて、まあもしお時間がある方だったらちょっとこう1ヶ月とかいるっていうのもまあおすすめします。まあ、とにかくでここオリエントパールさんはオーナーのことさんですね。で結構ここ私が来たまあ前回初めて今回2回目ですけど、ベテランでもう私も驚いたんですが、フェールドコロに20年前から住んでるとかいうそのベテランの方が多くて、でそのベテランの方も非常に丁寧で親切な方が多いんで、なんていうんですか、私みたいなその新人でも非常に柔らかく普通に話してくれるので、まあ本当にありがたいというか。でやっぱここは入れ替わり立ち替わりで観光のお客さんも来るし、ちょっとそういうの知り合いでもいいしね、人の幅が広がりますよね。で仕事を辞めて、まあ仕事してる時は当然仕事中心で、仕事の関係の人間関係で、まあもちろんその後も付き合ってる人もいるんですが、まあ知り合いもできて、やっぱり時たまこう会えたりするとなんかやっぱり友達がいるっていうのもいいじゃないですか。僕もここでほんま知り合った人多いですよ。仲良くなった駐在の方々も多いし、日本からの旅行者でもよし一緒にパトロール行こうかいうのも増えたし、だから本当いいですよね。やっぱり思うんですけど、まあ健康第一で、そうですね。まあ
生活できるお金も必要ですね。でやっぱりその次に来るのはやっぱり人間関係も、女性もそうですけどやっぱり男の友達もやっぱりいて、いろいろ相談したりし合ったりするような人がいるっていうのはかなり人生において大事なんじゃないかな。特に仕事辞めてからは本当にやっぱり友達がいると、本音の言える友達、利害関係のない友達っていうのがをなるべくできるだけ多く作っていけたら、やっぱりより良い人生を過ごせるのではないかなと思ってます。わかりました。ちょっと最後、もう言われたらその関口さんの座右の銘みたいな。座右の銘、今ちょっと出ましたけど、やっぱり健康第一。健康第一。健康第一です。それは私も一緒ですね。やっぱり健康第一、本当にしないとダメですね。健康でないと、当たり前のことですけど、やっぱりどんなにお金があっても、そうですし、やっぱり健康を害すると友達にともなかなか会えなくもなるし、例えば病院ね、でずっと過ごしてるのだと自分で好きに移動はできないし、制限がかかるし、何ですか、食べるもの、飲むものも制限されるし、当然健康であるっていうのが前提となってきますので、私の座右の銘は健康第一。私は子供の頃、喘息があったり扁桃腺があったりあんまり丈夫じゃなくて、大人になってもそんなにタフではなかったので、なるべく無理をしないようにと健康管理に人一倍、糖尿にはなってるんですが、それもやっぱり食事の節制と運動しながら、やっぱり合併症が出ないように自己管理をしていて、なるべくずっとなんていうんですか、楽しく人生を過ごしたいなと思って、健康第一ですね。ありがとうございます。私もそれもすごい心に響く。はい。ありがとうね。ということでね、関口さんでした。どうも長々とすいません。プチ移住を今回2回目されてますね。コロナ明けてから2回目されてます。関口さんのインタビューでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもこれで終わりたいと思います。失礼します。どうも。